皆さんこんにちは。こちらは電音 SC777SA です。発売は2000年。当時の定価は7万円でした。弦楽器をイメージさせる美しいデザインのスピーカーです。ウーファーは2個のドライバーをプッシュプル動作させる構成です。この仕組みにどんなメリットがあるのでしょう。今回はこのスピーカーの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。ウーファーは 16.5 センチのドライバーを2個使ったシリアルプッシュプルの構成です。リーフ型のスーパーツイーターを搭載していて、広域が 200kHz まで伸びています。肝心のクロスオーバー周波数が不明です。これは測定で明らかにしていきます。前回はこのスピーカーを分解して中身を観察しました。今回はこのスピーカーを測定してシリアルプッシュプルの性能を明らかにします。それでは測定結果を見ていきます。まずはシステムのインピダンス特性です。バスレフの共鳴は 65Hz ですが、左右の山に偏りがあります。チューニングがやや高すぎるようです。インピダンスは一番低いところで 0.7 オームです。インピダンスが極端に低いのはネットワークに問題があるためでした。こちらはポートを塞いだ時のインピダンス特性です。F0 は通常より低い値です。これは2個のウーファーをシリアル駆動することで実質的な振動系の質量が2倍になるためでしょう。普通は質量を2倍にすると能率が落ちてしまいますが、シリアル駆動では駆動力が2倍になるので能率が落ちません。能率を落とさずに F0 を下げられることがシリアル駆動のメリットと言えそうです。こちらは正面の周波数特性です。リーフツイーターが壊れていますが、広域まで十分再生できています。低域はバスレフの共振点まで出ていますが、シングルウーファーのモデルと大差ありません。これはバスレフのチューニングが高すぎるのと、ウーファーがロングストロークに対応していないためでしょう。こちらはウーファーとツイーターの特性を別々に測った結果です。ツイーターのレベルが高すぎるようです。低音と高音のつなぎはクロスオーバーというよりオーバーラップです。このネットワークには見直しの余地があります。指向性を見ていきます。7kHz くらいから落ちています。実際に耳にするのは30度くらいまでの特性を平均した結果になりますから、赤い線のようになります。若干中高域が強調された特性がこのスピーカーの音色のようです。歪みを見ていきます。 1% のラインがクリアに再生できる目安です。インピダンスが低いところで歪みが増えています。これはアンプに無理がかかっているせいです。こちらは出力を上げていった結果です。4W はアンプの過電流保護が働いて測定不能です。このスピーカーは 2W が限界です。インピダンスが 0.7 オームではどのようなアンプも無理をかける結果になります。低域の歪みは一般的です。シリアルプッシュプルで F0 を下げてもロングストロークできなければ歪みは減りません。このスピーカーの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番は原音です。
YouTube の配信では CD 並みの音質です。2番はこのスピーカーの音です。シリアルプッシュプルはどんな音なのか、それではお聞きください。古いピアノにもたれてうたた寝してる。まだ君のことまだ知らないのに、なぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよ。このスピーカーは設計に問題がある失敗作です。シリアルプッシュプルのメリットははっきりしません。せっかく F0 が下がったのにウーファーがロングストロークに対応していないため、シングルと大差ありません。ネットワークの設計に問題があって共振ができています。このせいでアンプに電流プロテクションが働いたり、リーフツイーターが壊れたりするようです。あちこちに貼り付けられたブチルやテフロンシートは意味のない精神対策です。これはおそらくオーディオ雑誌の影響でしょう。とはいえ出てくる音は悪くありません。ボリュームに注意すれば普通に音楽を楽しむことができます。このモデルの外観は実に見事です。音に関係しないリーフツイーターもデザインの一部として巧みに組み込まれています。弦楽器をイメージさせる造形美は
オーディオ製品の枠を超えた芸術品のようです。ネットワークの問題は部品の交換で改善します。このモデルをお持ちの方はやった方がいいでしょう。ところでこの問題はこのモデルだけでしょうか。電音の他のモデルがどうなっているのか気になるところです。ご視聴ありがとうございました。